こんにちは、はみ肉チャンネルです。岩手県は温泉が豊富な土地で有名ですが、三陸沿岸から北東部は検索しても目立った温泉がなく、私も深く知らない場所なので思い切って行ってみることにしました。107号線を東に海を目指していきます。通り道なので遠野を観光。遠野の農村イメージを象徴する建物として観光地となっていますが、冬はご覧の通り、通りがかりの地元の方が話しかけてくれました。なんかほっこりします。この辺りは時間が他の場所の数倍もゆっくりと流れているようです。その昔当たり前にあった遠野の人々の生活文化を守り、後世に語り継いでいくための施設。お白堂には娘と馬の恋物語で知られるお白様があり、布に願いを書いて願掛けができます。いろいろな悩みやお願い事があるんですね。ここ遠野には温泉はないんでしょうか。ラドン温泉って何だろう。伝承園から 5km の場所、冷泉の若衆ですが温泉施設がありました。ラドン温泉とは低線量の放射線による細胞の活性化や高線量への耐性を高めるといったホルミシス理論を元にした入浴法で、新潟の栃尾又や郷津温泉郷、鳥取の三朝温泉などが有名。街中によくあるラドン温泉は人工の場合が多いですが、ここは全国でも珍しい天然ラドン冷光泉。一部のマニアに熱狂的に支持されている公衆浴場だそうです。浴槽は2つ、42度程度の温泉と手前の20度程度の冷泉、交互に入るのが2だそう。特に源泉が好評らしく、これほど濃度の高い水風呂はなかなかないようです。一時は老朽化で閉鎖しましたが、地元の方々の強い要望もあり復活した温泉です。いいお湯でした。国道304号と国道106号を乗り継いで宮古市へ。三陸海岸は火山帯の手前に位置しており、火山から遠いために温泉は多くありません。しかし温泉法では特定の物質を含んでいるという条件を満たしていれば温泉と呼べるそう。いわゆる冷泉、光泉と呼ばれる成分の濃い湧き水を沸かした温泉です。しかし今回訪問した朝日湯はまた別の種類、人工温泉というものです。北海道二俣温泉の二俣炭酸カルシウム温泉石灰化を利用した装置で、炭酸カルシウム主成分の温泉を作り出しています。お疲れ様でした。朝日湯は1964年に地元の牛乳屋さんが創業。最盛期には10軒もの銭湯があった宮古。その最後から2番目に建てられた比較的新しい銭湯。震災では被災を免れ、地域の復興に力を尽くしました。今も地域の皆さんに愛される貴重な場所のようです。赤外灯で照らされている炭酸カルシウム温泉、北海道長万部の秘境二俣カルシウム温泉の人工温泉です。アメリカのイエローストーンと同様のもので非常に貴重だとか。隣は素晴らしいマッサージ効果で筋肉を和らげ、血液の循環を促すミクロバイブラ気泡浴。季節には菖蒲湯、柚子湯などのイベントも開催されます。幸運にもすぐ近くに宮古の海鮮市場が。三陸海岸の市場も何軒か寄ったことがありますが、ここが一番新鮮でお値段も手頃でした。でっかなんか食い気ありそうだけどな。晩ご飯の食材をここで調達できました。
どうしよう。さっきのかブリかどっちかでし昭和の雰囲気漂う銭湯。朝日湯からすぐ近く、震災後10日後にはお湯を沸かして被災者に開放しました。自身も脱水所が腰の高さまで浸水しましたが、泥を避けてみると幸運にも配管と釜は無事。屋外にブルーシートで湯船を作り無料開放したそう。創業は昭和初期。泉質は無色透明の単純冷光線。湯船が真ん中に鎮座する関西スタイル。手前がぬるめかと思い入りましたが、めっちゃ暑い。これは奥がぬるめだったかと奥に入ったらさらに暑かったです。レトロな雰囲気もさることながら、飯坂温泉以来の身が引き締まる熱々の湯、とっても良かった。宮古の海は多彩で美しい。この辺りも震災で大きな被害を受けた場所ですが、今は真っ青な海がとてつもなく美しく静かです。すぐ近くの道の駅で就寝、市場で購入したマグロで一杯やりましょう。バチマグロの盛り合わせ、この量で1200円。が日本酒のような気がするけど。本当はね。夜中にお腹が空いて自動販売機で食べ物探し、あったと思ったら釣りの餌でした。はいっすか。今赤いところが現在地で、四角い四角のとこまで行くの？三陸には観光資源がたくさん眠ってます。ここはその一つ。30メートルもの高さに潮が吹き上げる絶景です。海底からつながったトンネルから潮が空に向かって吹き上げます。ここから15分ほど歩くそうです。まずは様子を見に掲示板を見に行きます。こういうすごいね。最初は気がつきませんでしたが、掲示板の右に熊注意の看板。数ヶ月前ですが目撃情報。残念ですがここはパスして次に向かいます。沿岸を北上しながら道の駅に寄っていきます。内陸の私たちには物珍しいものばかりです。田老地区の観光名所、山王岩。三陸復興国立公園にある数多い奇岩景観の中で最も圧巻、高さ50メートルの通称男岩。1億年以上前の白亜紀の地層から生まれた巨岩。震災の大津波が直撃しても姿を変えなかった。馬の背のような頂を下って見に行きますが、私はここで限界。妻が写真を撮ってきました。砂岩と礫岩が水平な縞模様の岩肌には、はるか昔白亜紀の記憶が封印されているかのようです。山の岩に天の川がかかる撮影スポットもあるそうです。ここから少し内陸へ龍泉洞を目指していきます。龍泉洞への道中、体験型リゾートシンバルスの中にこんなホテルを発見。日本では数少ないブルートレインに宿泊できる施設です。A 寝台、B 寝台ともに上段下段どちらにも寝れますし、車両内のほぼ全ての乗務室にも入れます。車両に宿泊していてもキャンプ場の施設が使えますし、子供用の遊具もこんなに。楽しそうだなこれ。お子様連れだったらいいんじゃないでしょうか。冬季は土日のみ宿泊可能のようです。龍泉洞は日本三大鍾乳洞の一つとされ、また道内に住むコウモリとともに国の天然記念物に指定されています。
これもうちょい来た。お釣りの後はお釣りをお取りください。お願いします。こちらの残りの半券で道路向かいのもう一個の鍾乳洞もご利用いただけますので、はい。よろしかったらどうぞ。はい、どうぞ。道内総延長は知られているところで4088メートルで、そのうち700メートルが公開中。見つかっている地底湖は8つ、そのうち3つが公開中。鍾乳洞もご覧になりますかね。現在も調査が継続中で、未知の部分もまだ多く、総延長は5000メートル以上ではないかと言われています。綺麗だな。百軒廊下。洞窟の奥へ向かって続くこの直線的な通路は断層に沿って形成されています。ちょっと狭い。竜が通ってこの細長い道ができたという逸話もあります。その他にも見どころがたくさん紹介されていますが、やはりここの目玉は地底湖。冷て。第一地底湖、長い階段を登っていくと柵があり、その向こうにありました。すぐそこに水面があると思ってみたら、この高さ、かなりビビりました。水が澄んでいるので底が見え、まるでとんでもない高所にいるように見えます。まさかここで高所恐怖症が発動するとは思っていませんでした。ねえ、疲れた。でも地底湖の姿は本当に美しい、おすすめの場所です。日本三大鍾乳洞龍泉洞から700メートルの好立地にあるホテル。ここで龍泉洞の湧き水を利用したお湯に浸かることができます。先の定義で言えばこれも温泉。客室は和洋室、和室など多様なタイプがあり、2025年にはリニューアルされた特別室も登場しています。食事は岩泉町の名産である短角牛のほか、地元の旬の食材をふんだんに使用した懐石料理が提供されます。龍泉洞の地底湖と同じ水源から汲み上げた水を活性石に通し加温した弱アルカリ性の人工温泉。単純温泉と記載されていることもありますが、基本的には龍泉洞の水を用いた人工温泉と認識されています。あいにく今日はメンテナンスのための休館日、入浴はできませんでした。龍泉洞からさらに北に移動。県道7号線は龍泉洞から久慈をつなぐ内陸の道。新山根温泉。とにかく何もない山道が続きます。カーブも上りも下りもそんなにないので眠くなる道です。桂の水車。県道29号と合流するあたりに来ると民家が増えてきて活気が出てきました。すぐそこ。これから行くところは電話も通じず、半ば諦めていましたが、行けそうだな。行けそうだな。大歓迎だしな。そうかもな。目的地は左側です。お疲れ様でした。よいしょ。あれね。岩手県久慈市にある温泉宿泊施設、東北一とも評される全国有数の強いアルカリ性のお湯が特徴。平成3年7月、俳優の故森重久彌氏が日本一周のヨットの旅の途中で久慈港に入港。
地元住民の温かいもてなしに感動し、この地をべっぴん村と名付けたそう。なんかいけそうな気がする。この名称がべっぴんの湯の由来になっているそうです。よかったよ、熊注意だよね。あ、それどっかさ、この辺歩ってお風呂入って帰るっていうパターンがあるのかな。これはいい。化粧水のようなとろみのある強アルカリ性の泉質がお肌をすべすべに導く美人の湯。源泉温度は17度。再生可能エネルギーである木質バイオマスチップボイラーで温めています。高温のサウナ室でじんわりと汗をかき、心身をデトックス、水風呂に飛び込む爽快感は格別です。湯量の減少が原因で令和元年10月から営業を休止、新源泉の発掘を行い再開しました。2025年には30周年を迎えました。うん。お、違った。久慈地方は国内最大の琥珀産地として知られており、古くから琥珀採掘が行われてきた久慈市郊外に久慈琥珀博物館があります。久慈産の琥珀は中世代白亜紀後期のもので、宝飾品に使われる琥珀としては世界で最も古い年代に属します。絶対書いてある。ざわつく金曜日で放映されたチェス盤も展示されていました。博物館は初めてですか？琥珀化石採掘体験や琥珀玉作り、琥珀アクセサリー製作体験ができます。行ってみようか。なんか洞窟ばっかだな今日。博物館敷地内の採掘を行っていた坑道を見学してきました。坑道は意外と広く長く奥につながっているようでした。まだまだ。なんとなく琥珀っぽいものが見えるような見えないような。ちょっとじゃあ取ってけよ。Z かもしんないぞ。よしとよしと。腰にくるねこれ。ああ、こっちか。2013年4月から9月にかけて NHK で放送された連続テレビ小説「あまちゃん」。バス停があるね。浄土ヶ浜だよ。その舞台となった小袖海岸に向かっていますが、なかなか険しい海岸線の一本道。なんか一個一個名前つけたら観光地になるよな。海岸線に沿ってさまざまな形をした奇岩が点在しており、特に釣り鐘堂は写真愛好家にも人気のスポット。から400メートル。牡蠣が食えないからな、俺なんかな。何があるのか分からない。小袖海岸、あまちゃんのロケ地として有名です。最盛期には規制があってここまで来れませんでした。小袖海岸。ここで素潜りの練習してましたね。小袖海女センターでは北限の海女による素潜り実演を間近で見学できるそうです。すんごい水きれいだな。ここから海女さんたちが海岸に向かって降りてくるシーンもありましたね。ほら。道の駅久慈には久慈秋祭りで実際に運行に使われている山車みこしが展示されています。久慈のお祭りだとこれが街を海女の衣装を着て写真を撮るコーナーも健在でした。ここからまた内陸に進路を取っていきます。
県道5号線は整備されていますが、何もない山道が続く田舎道。集落に入ったところで温泉の看板を見つけました。ここは弁天の湯という愛称で親しまれている温泉施設、美しい弁天様にまつわる伝説に由来しています。残念ながら営業時間外で入浴はできませんでした。泉質はアルカリ性単純温泉で pH10.7、源泉温度は 16.5 度なので加熱はしているようです。美味しそうな食事どころがあるようでした。こんな昼食食べたかった。曹操の正確な時期は不明ですが、寺に伝わる仏像の制作年代から平安時代には時間が整っていたと思われる天台寺。明治時代の神仏分離令や戦後の杉伐採事件などの影響で甚大な被害を受けました。参拝者の足が遠のき、天台寺は荒廃が進んでしまいました。2人分お願いしたいんですけど。はい。この中で復興に最も大きな影響を与えたと見られたのが瀬戸内寂聴氏の住職就任でした。軽妙な語り口の法話を聞こうと、全国各地から多くの人々が天台寺を訪れるようになりました。この法話は青空法話とも呼ばれ、参拝者と一体になれる清々しい時間だったと伝えられています。寂聴氏の提案で境内に植えられた紫陽花は、夏の最盛期には多くの参拝客を引きつける名物となっています。天台寺の名誉住職である瀬戸内寂聴さんが命名したことで知られる湯があります。広大な稲庭高原に位置しており、付近の景色は最高です。子供の日。お湯は純天然トロン温泉で、お肌に優しいミネラル泉として親しまれています。館内では地元食材を使った料理が楽しめ、特に短角牛や山菜など稲庭岳の山の恵みを味わえるのが魅力。泉質は天然ミネラルをバランスよく含んだ弱アルカリミネラル泉。水風呂には霊峰岩庭岳の原生林を源とし、こんこんと湧き出す岩礁棒の水が使われています。懐かしいマッサージ機があります。しかも無料。いいね。いいでしょ。これが意外といいんです。意外と。天台の湯から東へ移動、天台寺を越えていくとまた違う温泉がありました。一戸17キロとかだね。なんでこんないっぱい枝が落ちてんだろう。ほぼ林道のような道、どんな山奥にある温泉なんだろう。遠いな。遠いな。そういうこと？なんかちょっとこう楽になったわけじゃないの？山の反対側に出てしまいました。これ普通の街中の温泉にとっても険しい山道を通ってきただけだよね。なんか薪を焼いてるような匂いがするね。のどかな集落の中にある温泉保養所、軽トラがたくさん止まってます。受付のお姉様からバツバツバツさんのところの人かなと聞かれ、違いますと答えると、それではお金いただかなくてはならないね、すまないねとすまなそうに言われました。人んちの今のような休憩室では地元の方がたくさん横になって休んでいて、その奥では何やら宴会。
なんだか楽しくなってしまう雰囲気です。お風呂に入っていくとおじいさんが一人大の字になって寝そべっていました。とど寝ができるんですね。ここのお店面白いですよね。まあ、建物はもうあれだからですけど、ここねだけいい家だって来るの。だけどこの向こうからもそんなに来ないですか。泉質は美人の湯と言われる重曹を多量に含む弱アルカリ性。おじいさんを残して先においとまします。こっちはなんかおじかな。源泉温度は 38.3 度。地元の皆さんは熱い湯が好きなようで、よーく加熱されていました。初めて来たのに懐かしい場所でした。